こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は Power BI 応用 4Python でクエリーを操作するをお送りします。最初に練習用データを読み込みます。ホームより Excel マークをクリックし、練習用データを選択します。データは説明欄のノートのアドレスに登録しておりますのでご参照ください。次にナビゲーター画面が表示されますので、この中より売上2022を選択し、読み込みボタンを押してください。するとデータビューに日付、商品名、売上22の列が表示されます。このデータを用いて次のスライドで列を追加する Python コードを使用する方法を説明します。追加する列は税額、比率、累積の3列となります。税額は売上22に 0.1 をかけた値です。比率は売上22を売上22の平均値で割った値です。そして累積値は売上22の累積値を列として表示するものです。それでは操作手順を説明します。最初にデータビューよりホーム、データの変換をクリックし、パワークエリーを起動します。パワークエリーが立ち上がると、最初に日付列を日付型からテキスト型に変更しておきます。これは Python で列を作成した場合に、この列がエラーとなってしまうので、これを避けるためにテキスト型に変更しておきます。次にメニューより変換ボタンを押し、スクリプトより Python スクリプトを実行するをクリックします。すると Python スクリプトを実行する画面が表示されます。この欄に Python スクリプトを書いていきます。今回はこのようなスクリプトを先ほどの欄に貼り付けます。最初に Pandas をインポートし、データフレーム DF を定義し、このデータフレーム DF に売上22をコピーします。そして税額列をデータセット税額として定義し、データに 0.1 をかけた値を入れます。この DF の平均を M とし、データセット比率列を定義し、この中にデータ割る M とし、平均よりの比率を求めます。最後に累積値を4分で計算し、データセット累積として累積列を定義し、この中に累積値をコピーします。前述したスクリプトをスクリプト欄に貼り付け、OK ボタンを押します。するとこのような画面となりますので、テーブル展開ボタンを押します。すると表示できる項目が示されますので、必要な項目を選んで OK ボタンを押します。こちらが Python により作成されたデータテーブルとなります。ここでは11行より不要な行がありますので、この部分を削除していきます。日付列の下三角をクリックし、ヌルーチのチェックを外します。するとこのように不要な行が削除された表となります。また、ネーム列は不要なのでデリートキーで削除しておきます。次に、日付列は日付型に変更、売上22は実進数に変更などの必要な型に変換を行っておきます。以上の処理を行ったデータテーブルを示します。このように Python を使用すると、複雑な計算を行い、列を追加することができます。それでは全体の操作を見ていきましょう。それでは、クエリの方で、Python を使う方法について説明します。使用するデータはこのような日付、商品名、売上のデータを用いて、ここに列を追加していきます。まず最初に、データ変換ボタンを押して、パワークエリーを立ち上げます。そしてここで変換ボタンを押すと、こちらに Python スクリプトというのが出てきます。そこで、これをクリックすると、こちらの方にですね、スクリプトを入れる欄が出てきます。そこで、ここにスクリプトを書いていきます。今回使用するスクリプトは、こういうような税額を求めるのと比率、全体の平均から比率を求める、それから累積の列を求めるというデータになります。
それではこちらの方に、コピーしたプログラムをこういう形で入れて OK ボタンを押します。そして、データのプライバシーに関する情報が必要ですって出てきますので、続行して、こちらの方をパブリックに設定した後、こちらチェックを入れて保存します。そうするとこういうような形で、表示されますので、ここでこちらの展開ボタンを押してやって、必要のないデータはチェックを外します。そして OK を押すと、こういう形で変換されて出てきます。この時日付データですね、テキストに変換してないとこういうようなエラーが起こりますので、最初に、テキストデータに変換しておく必要があります。ここでもう一度ここでやり直しましょう。ここ日付データの方ですね。こちらの方をテキストに書いてやります。そしてその上で、先ほどと同じような形でプログラムを入れて、展開します。そして必要のないデータを外して OK ボタンを押します。そうするとこういうような形になりますけども、この塗る値が表示されていますので、この部分は取り除きましょう。そして必要のない列は削除して、これで、一応データとしてはこちらの方にですね、今計算された税額、そして比率ですね、全体の平均値、を利益データの値から割ってやるっていう比率ですね。そしてこちらの方が累積データという列が作成されました。あとは重心数の変換ですね。そして、税額の方も重心数に変換。売上値も変換。そして最後にこれ日付データも日付型にしてやって、これで完成になります。